こんにちは。アンダーザオルナットツリーです。今回から AI 音声によるナレーションを入れております。さて、今回は古民家ではなく工房の屋根リフォームを行います。ご覧の通り、工房の屋根に登るための足場が設置されています。古民家リフォーム再始動に伴い、この足場は一旦撤去して古民家側で使うことにしました。しばらくは工房の屋根に登れないので、その前にできるだけきれいにしておきます。屋根の上からはくるみの木や古民家が一望できます。見晴らしは最高、仕事は地味。この屋根は金属板を山折り、谷折りに成形したいわゆる折板屋根で、工場や倉庫でよく見られます。数日前に落ち葉掃きと高圧洗浄をしたのでパッと見はかなり綺麗です。でも以前は3年前の映像からの抜粋ですが、初めて屋根に登った時はこんな状態でした。木の枝が覆いかぶさり、草が生え、かなり手強かったです。あの時よりは改善しましたが、劣化は進んでおり、このタイミングで手を入れておきたい状況です。特にこのボルトは錆が進んでいるので対策が必要です。折板屋根用のボルトキャップという便利なものがあると知り、今回はそれを取り付けていきます。屋根自体も落ち葉が多い場所はところどころ錆びており、早めの対策が必要だと判断しました。以前にの木が曲がってしまった部分は私の力では直せないのですが、できる範囲で屋根全体の塗装とボルトキャップの施工を進めます。まずはボルトのケレン作業、錆落としです。電動ドリルにワイヤーブラシをつけて錆を落とします。ボルトは約250個、田植えのような体勢が腰にきます。次はグラインダーで屋根自体の錆を落とし、塗料は錆の上からでも塗れるタイプですが、落とせるなら落とします。錆を落とした後の粉はブロアで吹き飛ばします。ちなみにこの巻き方かなりおすすめです。小型ブロアに比べてパワーがあり、落ち葉掃除にも最適。概要欄をチェックしてみてください。案件ではありません。いよいよ塗装作業開始です。広さは約80、3LDK マンションの床を全部塗るイメージです。全体を3つのエリアに分けて順番に塗っていきます。使うのは朝日ペンの錆の上から塗れる塗料、1回塗りで良いとのことでこれに決めました。まずは塗りにくい金具部分などをハケで先に塗っておきます。第1エリアから塗装開始です。どう塗ればいいのか全然わかりません。ローラーの当て方や力加減がわからず、塗料がうまくのりません。
前日に折半屋根塗装の動画を散々見たはずなのに、すでに焦り気味です。山2つと谷1つを1列として50列あります。それが3セットだから本当に今日終わるのか。すでに足元がフラフラです。ここで1列にかかる時間を計ってみます。1分56秒、2分として150列で単純計算すると5時間かかる計算です。やばい、終わらない。そもそも谷の部分はローラーだと塗りにくい。ここで起死回生、谷はハケで塗る作戦に変更します。ローラーで山を塗った後、ハケで谷をさっと通す。良さそう。これが最適解かもしれません。タイムは縮められたのか、緊張の再計測です。1分52秒、たった4秒の短縮、誤差の範囲かもしれません。もちろん塗っている本人は計測などしていないのですが、体も心もすでに疲労困憊です。スピードが上がっているように見えるのは再生速度を上げているだけです。念のため。とりあえず第1エリアは終了。すでに2時間以上かかりました。達成感よりあと2つあるという絶望感が勝ります。お昼休憩を挟んで再開します。休憩中はひたすら体力回復に努めました。午後1のタイムはどうか、休憩中にフォームを見直して臨みます。1分24秒、約32秒短縮しました。これならいけるかもしれません。第2エリアの方が短いのではというツッコミは受け付けません。タイムが全てです。午後からは中腰ではなく、地面に腰を落とした低い体勢に変えました。状態が塗装面に近づくことでローラーに力が伝わりやすく、塗りやすくなります。見た目はあまり変わらないかもしれませんが、自分の中では大きく変わっています。明らかにスピードは上がり、体は疲れてきましたが、午前中よりメンタルは回復しています。第2エリア終了。時間的に第3エリアは軒先を残し、安全に作業できる部分だけ先に終わらせる方針に変更します。ギリギリ5時前、暗くなる前になんとか終了。軒先は疲れていると危ないので後日に持ち越しです。ウグイスもお疲れ様と言ってくれている気がします。次の作業日、残った第3エリアの軒先部分を塗っていきます。細かくややこしい部分が多いのでハケ作業が中心になります。傾斜は緩いとはいえ、端に近づくと危ないのでボルトのラインより先に出ないよう注意して塗っています。前回の下準備のおかげで軒先は約1時間で終了しました。残ったペンキで落ち葉が多そうな箇所は念のために土塗りしておきました。ボルトキャップ施工の準備としてボルトキャップホルダーを作ります。
かなり。ちなみに今使っている電動ドリルは本体のみで4000円以下で入手しましたが、非常におすすめです。パワーがあり、マキタの純正バッテリーが使えるのでサブ機として重宝します。興味があれば概要欄をどうぞ。早速適当に作ったボルトキャップホルダーで施工していきます。キャップの中にコーキングを入れてから取り付けます。コーキングの出し方が雑なのはご愛嬌。まずは試しに何個か取り付けてみますが、問題なさそうです。あとはひたすら取り付けるだけです。また田植えのような体勢です。屋根作業はほとんどこの姿勢で、腰痛持ちでなくてもかなり応えます。ボルトキャップホルダーはよく働いてくれましたが、50個くらい同時にホールドできればもっと楽でした。思ったより長引いたこのプロジェクトもようやく終わりが見えてきました。それでは感動のフィナーレをご覧ください。ご視聴ありがとうございました。